綾小路くんって面白い男ね。今回は綾小路清隆の紹介をするぜ。10月20日生まれの天秤座。髪型はセンター分け外羽茶髪。目はやや閉じててやる気がない表情。ぼんやりしてて影が薄い存在で、クラスではあまり目立たない生徒なんだ。陰キャね。目立たない存在ではあるけど、一部の女子からはイケメンって言われてて、ルックスには人気があるんだ。やる気のない表情してるのに、実はかなり筋肉質で、プール授業の時に堀北から、前腕の発達が、と、一目置かれてる肉体を持ってるんだ。ハイスペインキャね。両日のキャラを描いたイラストレーターは、イケメンだけどぼんやりしてるというのを表現するのが難しくて苦労したって話してるんだ。プロの技術すごいわね。話し方は抑揚がなくて、無表情で感情がわかりにくい。基本的にやる気のない性格をしている。でも何事にも物おじせず、冷静に状況を見極めて最適な行動を導き出すことができるんだ。ピンチで本気出すタイプね。交友関係はあまり広くなく、友達を作りたいと思っても、コミュニケーションが下手でうまく作れないでいるんだ。友達になってあげようかしら。ただ清隆の本性は、他人を道具としか見てなくて、利用価値がある人は助けて駒にするような、自分が勝つためなら手段を選ばない一面もあって、とても冷酷な性格なんだ。友達になるのやめようかしら。でも完全に悪い人ではなくて、普通に人助けすることも多いし、自分に無害な相手には普通に接してるんだ。あと序盤の清隆の振る舞いについてだけど、原作ではテンションが高く、普通の高校生らしい一面があるんだ。テンション高いなんて信じられないわ。でもそれは普通の高校生を演じるための振る舞いとして、テンションを上げたり、口調を変えていただけで、めんどくさくなってやめるんだよな。普通の高校生を演じる高校生って何？アニメでは初めから無気力で無表情の清隆なんだけど、これは制作側の意向で意図的に感情がわからないようにしてるんだ。ずっと無表情だから、よりサイコパス感が出てるよな。頭は切れるし、身体能力も高い、それでいて行動力もある、戦略的に、冷酷に、徹底的に詰める。なんかちょっと怖くなってきたわ。すごく魅力的なキャラクターなんだけど、ここまで振り切れてると嫌いって思う人も一定数いるんだよな。自分の利益優先で他人を物として扱うような発言があるから、そういうの受け付けない人がいるのも当然だ。確かに今思うと嫌なやつね。それ以上に魅力のあるキャラだと私は思うけどな。無人島試験では、一人で裏で動いて色々仕掛けて、最後の最後に D クラスを1位に導いてるし、結局行動で実力を示すことができる人はすごいと思うな。そんなすごいことして目立たないって嘘じゃないの。清隆は実力を隠してるからあまり目立ってないんだ。さっきの無人島試験では、D クラスを1位に導いたのは、堀北のおかげだって話してるんだ。これまでも同じようなことが何度もあって、その度に堀北がうまくやったってことにしてるんだよな。なんで隠すのかしら。もったいない。清隆が自分の実力を隠すのは目立ちたくないからなんだ。それとホワイトルーム出身ということを表に出したくないからなんだよな。あのホワイトルーム？清隆が並外れた知能や身体能力があるのは、生まれた時からホワイトルームで教育を受けてきたからなんだ。ホワイトルームは天才を作り出すことを目的とした英才教育を行う施設で、外の世界から隔離された環境で娯楽がなく、部屋も廊下も真っ白な空間でホワイトルームなんだ。無機質なところだ。そんなところにいたら頭おかしくなるわよ。あまりにも厳しい環境で脱落する子供もいるんだ。特に4期生はホワイトルームのトップである清隆の父親が指導しており、最高難易度の試験に清隆以外の同級生は全員脱落したんだ。その試験をクリアしたことが、清隆が最高傑作と呼ばれるゆえんなんだ。綾小路清隆ってすんごいのね。以降のホワイトルーム生には、綾小路清隆を超える存在になれ、と教え込まれる存在となったんだ。高校の入学テストでは全科目で狙って50点を取れるほど清隆の能力は高いんだ。そのことについて清隆は堀北鈴音に偶然だって言うんだけど、偶然なわけないよな。偶然なわけないよな。身体能力も高くて、体育では本当は40くらいなのに60くらいが平均という間違った情報を聞いて、握力60を出すし、4人相手と喧嘩しても余裕勝ちしちゃうほど圧倒的な強さを持ってるんだ。喧嘩は数じゃないのよ。ただ知力や身体能力は極めて高いけど、ホワイトルームではコミュニケーション能力の教育はなかったようで、清隆自身も友達作りの能力の低さを気にしてるんだ。さらに外の世界を遮断させられていたから、一般的な常識を知らないこともあるんだ。ホワイトルームでも学べないことがあるのね。清隆が高度育成高等学校に入学したのは、ホワイトルームで学べないことを学びたい。自由を知りたいからという理由からなんだ。そんな勝手にホワイトルーム出ていいの？ホワイトルームは1年間稼働が止まった時期があって、その時にホワイトルームを脱出して、高度育成高等学校に入学したんだ。
その1年間、清隆の父は清隆に待機を命じていたんだけど、執事の松尾の手引きがあり入学できたんだ。そんなことしちゃっていいの？もちろん執事の松尾は解雇だし、松尾の息子は高校を退学させられてるんだ。言い訳がないのよね。清隆の父親は、清隆をホワイトルームに連れ戻して指導者にしたいと思ってるんだ。ただ学校の理事長は清隆の同意がなければ退学にできないと、父親の要請を拒否し、清隆自身も戻ることを拒否してるんだよな。父親はいろんな手を使って清隆を退学にさせようとするんだ。あんな自由のないところ嫌よ。ちなみに清隆は、学校の試験はあまり真面目に取り組んでないから、学校からの評価はあまり高くないんだけどな。それで学校生活を送っていく中で、清隆には2つの欲求が生まれるんだ。彼女欲しいとか？一つは、堀北鈴音の成長を見守ること。物語序盤から共に行動して、何かと清隆と接点があった堀北は、ずっと清隆の隠れ蓑としての存在だった。しかし物語が進んでいくと堀北のポテンシャルを認め、成長を見守るようになったんだな。もう一つは彼女欲しいだよね。二つ目は恋愛をしてみたいということ。それでクラスの人気者の軽井沢圭と付き合うことになったんだ。やっぱりね。でも意外な組み合わせね。クラスの人気者と目立たない存在で対照的な二人なんだけど、軽井沢が C クラスリーダーの遊園に捕まっているところを助けたことで、軽井沢が意識するようになったんだ。ただ清隆は、K は一冊の異性という教科書と言っていて、軽井沢が好きというより、あくまで恋愛ごっこをしたかったということなんだよな。多感な年頃ね。あと清隆は入学して間もなく、櫛田が部屋に忘れたスマホを渡そうと追いかけると、そこで柵を蹴りながら暴言を吐く裏櫛田を見てしまうんだ。ギャップがすごいのよ。櫛田は清隆にこのことは絶対誰にも言うなと。もし言ったら清隆に侵されそうになったって言いふらすと脅すんだよな。でもそれだけだとただの嘘だから、自分の胸を触らせて証拠を作り出すんだ。ラッキースケベ獲得ね。一見仲良さそうに見える櫛田には弱みを握られていて、しかも櫛田は堀北と清隆を退学させようと動いて敵対するから、A クラスを目指してる清隆たちにとっては厄介な存在なんだ。誰にでも明るく振る舞う女が一番危ないのよ。清隆は堀北鈴音に協力する形で A クラスを目指すようになるんだけど、担任の茶柱さえとの会話でも A クラスを目指すよう仕向けられるんだ。みんなで A クラスに上がれるのかしら。最後に綾小路清隆を象徴するセリフを紹介するぜ。無人島での試験を終え、帰りの船の中で堀北鈴音から試験のお礼を言われるんだ。その時、あなたのことを仲間と認めると照れながら清隆に話すんだけど、それに対して清隆は、俺はお前を仲間だと思ったことはない。すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。と心の中でつぶやくんだ。自己中心的で嫌な奴の発言よ。好き嫌いの分かれるセリフだよな。清隆の内面の黒さが描かれていて、このセリフはアニメ1期最終回のラストのシーンで使われてるんだけど、かなり印象的な終わり方をしてるんだ。印象悪いわよ。じゃあ今回はこれで終わるぜ。清隆の暗躍は毎回すげーってなるし、人間関係や内面がどう変化していくのかも楽しみだよな。ほんまやな。じゃあまた実力至上主義の YouTube で会おうな。ご視聴ありがとうございました。